そんな冷たいと思わなかった。大丈夫でしょ。その友達から誘われたことは一度もありません。皆さん、こんにちは。ケーズジャパニーズのお時間です。今日はスロージャパニーズポッドキャスト第7話、3つのお悩み相談を紹介します。今回は各話の中から日本語学習者向けに N5 レベルの単語を5つずつピックアップします。それではやっていきましょう。エピソード1、車を持っているというだけで毎回送迎係にされる話。車があるからと言われて友達の送迎を毎回頼まれ、今回予定があって断ったら、そんな冷たいと思わなかったと言われました。私が悪いんでしょうか？私、29歳男性は5年前に車を買いました。友人グループの中で車を持っているのは私だけで、飲み会やイベントの時はいつも送迎係になります。最初は便利だからと気軽に引き受けていましたが、最近は当たり前のように、じゃあ迎えに来てと言われるようになりました。ガソリン代や駐車代も自分持ちです。先週、友人の結婚式の二次会があったのですが、その日はどうしても外せない用事があり、初めて送迎を断りました。すると、いつも送ってくれるのに、そんな冷たいと思わなかった、と言われてしまいました。私だって、毎回無理をして時間を作っていたのに、当たり前だと思われていたことに、ショックを受けました。車を持っているというだけで送迎して当然という空気になるのは、私が甘やかしすぎたせいでしょうか？はい、エピソード1です。正直、相談者さんの気持ちはすごくわかります。でも、一つだけ考えてほしいのは、5年間ガソリンだけ払ってねと言ったことが一度でもありますでしょうか？最初に何も言わずに引き受けると、相手はそれが当たり前だと思って学習してしまいます。今回冷たいと言われたのは、相手からするといつもと違う対応だったなという驚きからかもしれません。悪いのはどちらかではなく、最初にルールを決めなかったことがそもそもの原因だと思います。当たり前にされたくないなら、今からでも一度きちんと伝えてみてください。ただ、日本でこれが当たり前かと言われると、そんなこともないと思います。私も車を持っていますので、たまに飲み会の時とかに迎えに来てと言われることが、あります。けれども、行けない時は無理していかないし、それで冷たいって言ってくる人はあんまりいないです。無理な時は無理って、私も伝えるようにしていますので、互いにストレスのない伝え方が何より大事なのではないかと思います。人を頼っちゃいけないなんていうことはないですから、頼り方、お願いの仕方、断り方に気をつけていけば、問題ないかなと思います。日本以外の国の方、どうでしょうか？こういったお迎え問題みたいな、ありますでしょうか？お酒をよく飲む国、飲まない国っていうのもあるんですかね？私の国ではお酒飲まない居酒屋とかバーとかないよっていう国ありましたら、コメント欄でコメントよろしくお願いします。そしたら続いてエピソード2、家族の中で私だけが聞き役にされた話。家族の悩みはいつも私が聞いているのに、私が相談したいときは大丈夫でしょうと流されてしまいます。私の話は価値がないんでしょうか？私35歳女性は両親と弟がいます。昔から家族の中で聞き役というポジションで母の愚痴、父の仕事の悩み、
弟の恋愛相談まで全部私が聞いてきました。あなたは話しやすいからとよく言われ、悪い気はしなかったのですが、最近気づいたことがあります。私が自分の悩みを相談しようとすると、みんな、あなたはしっかりしてるから大丈夫でしょう、と軽く流してしまうのです。先月、仕事で大きな失敗をして落ち込んでいたとき、思い切って母に相談したのですが、そんなの誰にでもあることよ、大丈夫、で会話が終わってしまいました。聞いて欲しかっただけなのに、大丈夫な人というイメージだけで判断されている気がして、何のために家族の話をずっと聞いてきたんだろうと、虚しくなりました。私が今までしっかり者を演じすぎたのが悪かったんでしょうか。はい。エピソード2。家族が私を大丈夫な人だと思っている。普段受け答えとかね、相談された時にしっかりした回答をしてあげているということなのでしょう。これ、確かに、家族の話じゃなくても、友達の間とかでもね、かなりそういうキャラというかね、こういう人みたいなの、イメージが出来上がってしまうと、そこからはみ出るような言動、行動っていうのはしにくいものだなと思うんですよ。特に日本人というか、私の周りでも、そういう人っていると思うなと思うんです。実際にね、話としてそういうのをする人っていうのはあんまりいないけど、自分がこうでなきゃいけないのかなみたいなのを抱えている人ってすごく多いなって思います。だけど、それで凝り固まってしまったら、自分の首を自分で絞めることになっちゃうと思うんで、ぜひ、自分が、ぜひ自分を出せる場所っていうのを何個か持っておく方がいいです。家族で無理なら他でっていう感じで、友達の間とかね、とか会社の同僚とか。やっぱり何かしらコミュニティに属して、そういう違うね、アウトプットの仕方ができるような環境を自分で作る。結構大事だと思います。僕も、そのコミュニティで自分のキャラみたいなのって多分あるかなとは思っていて。なんで、うん。もちろん自分を出せるところもあるし、家族の前では違う自分だったりもするし。なんで、本来の自分とか、ここではこうみたいなのもあると思うんで、いろんなパターンを自分で持っておくといいんじゃないかなと思います。何か一つに依存している状況っていうのは、いろんな違うね、ことでも言えると思うんで、一つの何かに依存しない。複数何かしら持っとくっていうのは、リスク管理として大事かなと思うんで、はい。ぜひ、複数コミュニティ持って自分を出せる場所、そういうのを大切にしたらいいと思います。エピソード3。いつも私から誘わないと会えない友達の話。大学時代からの友達と10年近い付き合いですが、遊びに誘うのはいつも私から。先日、その友達が別の友達と2人で旅行に行った写真を見つけました。私は一度も誘われたことがありません。私、28歳女性には大学時代からの友達がいます。もう10年近い付き合いですが、いつも遊びに誘うのは私からです。今度ご飯行こうよ。今度映画見に行こう。と私が連絡すると、いいね、行こう。と返事はくれるのですが、
その友達から誘ってくれたことは一度もありません。会うたびに楽しいし、仲が悪いわけではないので、これまではあまり気にしていませんでした。でも先日、その友達が別の友達と二人で旅行に行った写真を SNS で見つけました。その友達から旅行に誘われたことは一度もなかったので、少し悲しくなりました。もしかして、私と会うのは、私から誘われるから仕方なく来ているだけなのかもしれない、と考えてしまいます。自分から誘わないと会えない関係は、対等な友情と言えるのでしょうか。はい。誘う側の人、誘われる側の人っていうね。これ日本というか私の周りでもよく聞くというか、実際誘う側の人だな、この人。この人は誘われる側だなっていう、どっちかのイメージっていうのはやっぱあって、私もどちらかというと誘われる方かなと。自分から誘うタイミングってそんなにないなって思ってます。で、これまあ僕が誘われる側だから言ってるみたいになるんですけど、別に無理して誘う必要ってないとは思ってて、この方もそうですけど、私誘ってくれないんだとか、他の友達とも二人で行ってるって、まあ余計なこと考えない方がいい気がするんですよ。実際自分からよく誘ってる友達は、他の友達と二人で旅行行ってたかもしれないけど、その二人の間でどんなやりとりが行われたかっていうのはわからないので、それももしかしたらね、もう一人の友達に誘われたから、もう行こうっつって言ってるかもしれないので、あんまり深読みというかね、しない方がいいし、誘いたい側が誘えば、それで問題ないかなと思います。僕も誘いたい時に誘う時があるんで、まあ年に一回あるかないかぐらいですけど、まあ、誘ってくれないやんっていう感情は、わかるにはわかるんですけど、切り替えてこうっていう、もう前向いてこうっていう、なんか、ポジティブに。で、誘われる側はもちろん、誘う側がいてくれてこうやって楽しい時間ができてる、みたいな感謝はあっていいと思うんですよ。けど、誘ってくれないやんっていう感情は、あんまりいいことにならないかなと思うんで、誘われる側は誘ってくれる側にしっかり感謝も持ちつつ楽しむっていうことも大事だし、たまにはこっちから誘おうかなって思うことも大事だし、けどまずは自分がどうしたいかが先じゃないと、なんかそういう不満が出てきてしまうこともあると思うんで、誘い疲れたなと思ったら別の友達誘えばいいし、その辺はうまく、自分でバランスをとって、人間関係やっていければいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日は3つお悩み相談エピソードとして紹介させていただきました。それから、各エピソード5つ、まあ N5 レベルの単語をピックアップさせていただきましたので、ぜひ、このポッドキャストを、繰り返し見て、聞いて、読んで、日本語学習に役立ててください。それではこの動画いいなと思った方は、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。バイバイ。